皆さんこんにちは。現在宮城県側から蔵王エコラインに沿って遠刈温泉、青根温泉のさらに奥に向かっています。雪はどんどん深くなり回廊のようになってきました。今回は蔵王山麓の東側、標高850メートルに佇む一軒宿加賀温泉をご紹介します。加賀温泉の歴史は江戸時代の嘉永年間に遡るとされ、かつて鹿の湯と名付けられた温泉が起源とされます。その良質な源泉は群馬の四万温泉、大分の湯の平温泉とともに日本三大胃腸病の名湯とされています。この動画では秘湯名湯加賀温泉自慢のお風呂を中心に館内の概要、夕食と朝食までフルレビューします。見どころたっぷりの動画となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。蔵王エコラインは冬は行き止まりになるんですが、この道の手前に加賀温泉はあります。こちらの川は蔵王のオカマを源流とする濁川、酸性が強く生き物が住めない川となっています。加賀温泉の加という漢字はこちらのガガたる岩から名付けられました。確かにガガって感じですよね。加賀温泉の創業は明治9年、現オーナーが6代目となる創業146年の老舗宿です。かつて蔵王荘と呼ばれた大型の温泉宿は平成2年大胆にレイアウト変更して現在の17室の加賀温泉と改称しました。こちらの素敵な青銅の門は加賀を意匠化したもの。エントランスも上には立派な太い梁と初代館主に勝海舟から贈られた戦場その心。談話室です。こちらのテーブルでチェックインを行いました。こちらはカフェジャイアントステップス。アルコールを含めたドリンクをいただきます。こちらの絵のモデルは加賀温泉3代目の女将。こちら側はライブラリーのようになっていました。蔵王荘の一枚板の看板がありました。こちらは蔵王荘の頃のパンフレットや写真。フロントの前はショップになっています。こちらがショップしばらく。主に加賀温泉のロゴ入りグッズが売られていますが、特におすすめはこちらのロゴ入り T シャツ。なかなかかっこいいですよね。お菓子も売られていました。こちらはフロントです。加賀温泉は日本人を守る会会員、JR 東日本の G 温泉湯守の会の会員でもあります。フロントの脇にはなんと飲泉所があり、源泉を飲むことができます。壁に貼られているこちらの漫画は漫画家の佐藤純子さんが書き下ろしてくれたそうです。蛇口が2つあり、温泉の源泉と伏流水の岩清水をいただくことができます。ではロビーでお茶とお菓子をいただきながらチェックインです。チェックインは3時、チェックアウトは10時半となっています。少しだけゆっくりできるのは嬉しいですよね。館内と夕食の時間について説明をしてもらいました。宿泊費は最後に公開します。山奥にあるため携帯の電波はつながりません。 Wi-Fi もロビーラウンジでのみ利用可能です。お部屋までは少し距離がありますので歩いてみましょう。こちらには自販機コーナーがありました。傾斜地に立っているため2階と3階にある客室は階段で登る必要があります。
エレベーターはありません。食事や温泉に入る際には階段を往復する必要がありますので、足の不自由な方はご注意ください。廊下には蔵王の樹氷の写真が飾られていました。今回のお部屋は3階にあります。それではお部屋レビューです。今回のお部屋はこちらのコマクサというお部屋になります。鍵はね、こんな感じの金属製のねキーホルダーがついた鍵になってますね。そしてね、こちらが玄関ということになりますね。前の方にはね仕切りは特にありませんので、まず少し奥の方までね行ってみたいと思います。そしてここまで来ると、こちらがまずねリビングのようなお部屋になりますね。4畳ぐらいのねお部屋になってます。このさらにね奥の方にちょっと変わったこういうはしごでね登るような2畳ほどの小部屋がありました。これなかなか変わったお部屋ですよね。そしてこちらの障子を開けますと、こちらがねこのお部屋の売りであります温泉のお風呂ということになります。楕円形の湯船になってまして、1人専用ぐらいの大きさかなと。そして上の方はこんな感じで木造りになってまして、なかなかね雰囲気のいい感じのお風呂かなというふうに思いますね。こちらからね源泉が出てるんですけども、無色透明無臭ではありますけどもね、源泉 100% かけ流しということになってますね。そしてこちらから、結構ね今雪がすごいんですけども、外の景色が見えますね。窓を開けるとこんな感じに見えます。手前には屋根はありますけども、奥の方にねこんな感じで迫力のある岩肌が見えてますよね。ちょっと今ね雪がすごいのでね、あまり遠くは見えませんけども、結構遠くまで見えるいい景色かなというふうに思いますね。そしてこちらにはねこう休めるようなスペースはありますけども、こちらのお部屋のお風呂には洗い場はないということになりますね。湯船以外はねこんな感じで木造りになってて、なかなかいい雰囲気ですよね。そしてね改めてこちらのリビングを見ますと、4畳ぐらいのねちょっと狭めのリビングということになってます。こちらにはね浴衣と羽織が用意されてますよね。そしてフェイスタオルにはねこんな感じで加賀温泉のねロゴマークがしっかりと入ってます。あとは足袋とね、それからタオル、あと巾着がね用意されてますね。そしてこちらを開けるとこんな感じでトイレとね洗面が一緒のスペースになってますね。洗面は結構広めのねおしゃれな感じの洗面になってますよね。そしてアメニティはねこんな感じで、ひげ剃り歯ブラシですね。あとはドライヤーが用意されてますね。こんな感じのねシンプルな感じの洗面になってますよね。そしてねこちらには水場といいますか、キッチンのようなスペースがありまして、上の方にはね茶碗やコーヒーカップと、あとはこちらにはねお茶と、それからコーヒーバッグがね用意されてますね。そしてこの下にはね冷蔵庫がありまして、冷蔵庫にはねお水と、あとちょっと面白いんですがワイングラスがねこんな感じで冷やされてました。そしてこちらがねベッドスペースになってます。手前にはこんな感じでクローゼットがありまして、下の方にはね金庫が用意されてます。そしてこちらがねベッドスペースということになってます。小上がりのね板の間のような感じになってまして、その上にこういった和布団がね3つ敷かれてます。今回3人で泊まるということで3つ敷いてくれたんだと思いますけども、そして上の方もねこんな感じでなかなかおしゃれな感じの空間になってますよね。奥にはね障子の仕切りがあるんですけども、ちょっと奥の方まで行ってみますね。奥の障子を開けるとねこんな感じになってまして、テレビとねそれからチェアがあってくつろげるようなそんな感じのスペースになってますよね。そしてこちらのさらに奥にね障子がありまして、こちらを開けるとこんな感じで、外の景色が見えるということになってます。そして面白いのはねここに階段があるんですね。でちょっと上の方に行ってみますけども、
階段の上にはねこんな感じでロフトみたいな感じのちょうど1人分が寝れるぐらいのスペースがありまして、人数が多い時はねこちらで寝ることもできるのかなというふうに思いますね。ロフトの部分から下を見るとねこんな感じに見えます。これお子さんなんかがいるとねなかなか楽しいかもしれませんよね。そして奥側から見ますとこんな感じになってます。上にね先ほど紹介したロフトが見えますけども、こちらもね面白いんですけども、これ暖炉風のねヒーターになってますね。あとはこちらにはね小さめのデスクのようなスペースがあって CD プレイヤーがね置かれてますね。そして加賀温泉について少し説明をしたいと思います。加賀温泉は創業から約150年のね老舗宿ということになってまして、基本的にはこの源泉のある温泉はこちらの加賀温泉の一軒宿ということになってます。チェックインをしたところはねこちらの談話室というところになりますね。そしてこちらの階段を上って2階と3階にねお部屋がありまして、お部屋は全部で17部屋ということになってます。今回僕らが泊まってるのはこちらの3階のねこちらにある駒草というお部屋で、お部屋にねお風呂温泉がついているお部屋はこちらの駒草だけということになってます。Wi-Fi はねロビーでだけ使えます。で Wi-Fi のスピードもね 170Mbps あるので、かなり速いですよね。そしてお風呂ですけどもこんな感じでね1階の奥の方がね温泉棟ということになってまして、男湯、鹿の湯と女湯の峰の湯というのがありまして、それぞれぬる湯と熱湯があるんですね。そして露天風呂もそれぞれあって、さらに下の方にね混浴露天風呂というのがあるんですけども、こちらはね冬は閉鎖されるということで今回はちょっと入れなかったんですね。それから貸し切り露天風呂、こちらは天空の湯という貸し切り露天風呂があるんですが、こちらについては空いていれば入れるということで特に予約はね不要ということになってます。大浴場に関しては撮影の許可をいただいてますので、こちらは後でお見せしたいと思います。そして温泉の説明ですけども、源泉名は加賀温泉、 pH が 6.8 のナトリウムカルシウム炭酸水素塩硫酸塩泉ということになってます。泉温が 58.3 度でちょっと厚めではありますけども、加水も加温もね循環ろ過消毒なしの源泉 100% かけ流しということになってますね。はい、それではお部屋のお風呂入ってみたいと思います。いやー、いい感じのお風呂ですね。今ね朝なんですけども、温泉ですから朝までずっとねこんな感じで源泉が流れてて、そしてお湯が満たされていていつでも入れるというのはとても嬉しいですよね。そしてね湯船の大きさはもうほんとちょうどね大人1人分ぐらい、足がそっちに届くぐらいの大きさで、ちょうどいいぐらいのね大きさになってます。そしてね外の景色が実はねこれを開けるとね、窓を開けるとなんとこんな感じで、もうほぼ露天風呂のようなそんな感じのお風呂になるんですよね。これ素晴らしいですよね。今ちょうどこの手前には屋根は見えますけども、奥の方にねこんな感じで白黒の景色といいますかね、水墨画を見てるようなそんな感じのとてもいい冬景色が見られます。こちらのねオーナーさんともね少しお話をしたんですけども、やっぱりこちらの温泉はね冬がいいということで、冬の温泉っていうのはやっぱり魅力ありますよね。特にこちらのお宿は、本当にこう山奥の一番端のねところにある温泉ということで秘湯感十分ですよね。そしてお湯はねこちらから源泉が出てますが、こちらの源泉はね特に冬はね配管を通ってくる間に少し温度が下がるということで、ここに来るとねちょうどいいぐらいの温度になってるんですよね。そしてお湯自体は無色透明無臭で、非常にね入りやすい感じのお湯になってるのかなというふうに思いますね。お部屋でねこれだけの景色を見ながら、そしていつでもお風呂に入れるというのはとても嬉しいですよね。
ということで、加賀温泉駒草のお部屋でしたけれども、いかがでしたでしょうか。こちらが萩というお部屋になります。こちらは10畳と4畳半の和洋室でスタンダードなお部屋の一つです。こちらが入り口になりますね。こちらにすぐ金庫がね置いてありますね。そして廊下がこんな感じであって、まずね手前側にリビングのようなお部屋があって、奥の方にね寝室があるんですけども、ちょっと手前側のねお部屋を見てみたいと思いますが、こちらのお部屋はね4畳半のお部屋になってまして、こたつが用意されてますよね。そして奥の方には小さめのねテレビと、あと下の方に冷蔵庫がありますね。そしてこちら側には洗面と、それからこちらにねトイレがあります。奥にはね寝室があるんですけども、ちょっと奥までね行ってみたいと思いますが、奥まで来ますとこんな感じで、手前にね屋根はあるんですが、向こう側に岩肌といいますかね、この加賀温泉の加賀の景色が見えるということになっています。なかなかねいい景色かなというふうに思いますね。そしてこちらは小上がりのような感じになってまして、ここに布団が2つ敷かれてます。そしてお部屋のこちら側にはこんな感じでマッサージ機がね置かれてますね。全体ではこんな感じのお部屋になってますね。ではお風呂をご紹介します。こちらの廊下は手前が食堂、奥が大浴場への入り口になっています。廊下には福島県出身の仏画家荒良寛氏の画が飾られていました。大浴場の手前には岩盤浴がありました。有料ですが岩盤浴が可能です。もう開けるとね結構暑いんですけども、こちらで岩盤浴ができるということになってますね。温度的にはねそれほどでもないので、岩盤浴という感じですけども、基本的にはサウナのようなそんな感じのスペースになってますね。そしてこちらにはシャワースペースがありますね。さらに奥に進みます。そしてこちらが大浴場の男湯ということになってます。鹿の湯となってますね。そしてこちらが男湯の脱衣スペースということになってますね。部屋数がね17部屋ですので、これぐらいあれば十分かなというふうに思いますね。こちらにはこの加賀温泉のね独特の入浴のおすすめが書いてありますね。かけ湯と、それから陰泉ですね。ではお風呂に行ってみたいと思います。そしてこちらがね加賀温泉のぬる湯ということになります。結構ね上の方もこんな感じで木でできていて、なかなか雰囲気のいいお風呂になってますよね。そして湯船はね下の方は石になってますけども、上側と周りがね全体が木でできていて、とてもいい感じの湯船になってますね。湯船もね結構広いんですよね。もう 5,6 人はゆっくり入れそうな、それぐらいの湯船になってます。外の景色はね、今冬ということもありますけども、こんな感じでね少し見える程度の景色になってますね。それでこちらのお部屋にいるとね、もう非常に木のねいい匂いがしてます。お湯ですけども、ぬる湯ということですが、触ると結構厚めのねお湯になってまして、無色透明無臭のお湯ということになってますね。そしてこちらにねもう一つのお風呂があって、こちらが熱湯ということになってます。お風呂はねこんな感じでちょっと変わった感じのね石の湯船になってまして、大人2人ぐらい入れるかなという感じの湯船になってますね。そしてこちらは確かに
かなりお湯が熱いんですよね。入り方がね、入り口のところにかけ湯ということで書かれてましたが、それはですね、こちらのマットの上に寝そべって、この竹の筒でお湯を汲んでですね、お腹のあたりに100杯かけてくださいというふうに書かれてました。そういった入り方で、胃腸病に効くこちらの加賀温泉の泉質を楽しむことができるということで、おすすめの入浴方法の一つというふうに書かれてましたね。後でやってみたいなというふうに思います。そしてこちらには洗い場がね、一つしっかりと用意されてます。シャンプー類はね、高性能シャンプーが置かれてますね。そしてこちらからね、露天風呂に行くことができます。こちらが加賀温泉の露天風呂ということになります。上にはね、屋根はかかってますが、こちら側はね、こんな感じで、柵はありますけども、ほぼ開放されていて、そしてこちらの切り立った崖がね、目の前に見えるという感じの、なかなか面白いお風呂になってますよね。お風呂自体は全体が石でできていてね、で大人 4,5 人は入れそうな、広めのお風呂になってますね。当期は閉鎖されてるんですが、こちらから混浴露天風呂というところに行くことができます。今ね、お湯は張られてないんですが、こちらが混浴露天風呂ということで、ちょっとね今は入れないのは残念ですけども、冬ではなくてね、夏とか来た場合には入ることができるということになってます。続いて女湯の大浴場、峰の湯をご紹介します。脱衣スペースはね、男湯とほぼ同様ですね。こちらはドレッサーのようなスペースになっています。入浴法の掲示も同じようにありました。女湯には洗い場が3つありましたね。こちらが内湯のぬる湯です。こちらも男湯とほぼ同様です。そして熱湯もね、ほぼ同様になっています。こちらが女湯の露天風呂です。少し形が違いますが、全体はほぼ同様ですね。こちらもね、人の雰囲気は十分ですよね。我がたる岩が大迫力ですよね。貸切風呂天空の湯をご紹介します。天空の湯は空いていれば入ることができます。まずは一旦外に出ます。結構雪がね積もってますので気をつけないといけませんね。そしてこちらが入り口ということになります。そしてこちらがね、貸し切りの露天風呂ということになります。これはなかなか素晴らしいお風呂になってますよね。まずね、なんといっても奥に見えるこの景色ですよね。目の前に滝が見えて、そしてさらに岩肌がね、こんな感じで目の前に見えます。すごくいい景色になってますよね。そしてお風呂ですけども、下の方がね石でできていて、上の方はこんな感じで木がねしとられていて、周りもね木造りになってます。結構ね深めのお風呂になってますけども、大人 4,5 人は入れそうなかなり大きめのね貸し切り風呂になってますよね。そしてお湯はね、他のお風呂と同様に
無色透明無臭のお湯ということになってますが、こちらはもちろん源泉 100% かけ流しになってまして、こんな感じでね湯の花がびっしりとくっついてますけども、こちらはかけ流しにはなってるんですが、お湯がいわゆるねオーバーフローっていうわけではなくて、下からねサイフォン式というので、汚れなんかも一緒に下の方から吸い込むような、そんな感じのお風呂になっているということですね。そしてこちら側にはね洗い場はないんですけども、こんな感じで蛇口があって、その横にはこんな感じの飾りもね置かれてますね。こちらには物を置けるようなスペースがあるんですけども、なぜかねこんな感じでお賽銭がねありましたね。こちらのお風呂をね貸し切りで使えるというのはなかなかいいですよね。それでは貸し切りのお風呂入ってみたいと思います。いやー、これはね素晴らしいお風呂になってます。今外がね結構寒いんですけども、結構厚めのねお湯になってますが、とても気持ちがいいですね。そしてね、ちょっとこんな感じで乗り出すと豪快なね滝が見えていて、そしてさらに向かい側の岩肌が見えると、素晴らしいお風呂になってますよね。そしてお風呂はねこんな感じで、こっちの下の段はね結構深めになってて、こちらの上の段はちょうどいいぐらいの深さ、ちょっと浅めになってますが、この景色を見るにはちょうどいいぐらいの深さになってますね。屋根はかかってますけども、開放感は十分でね、非常にいい露天風呂になってますね。こちらからね源泉が出てて、ちょっと源泉はね触れないぐらい熱いんですけども、源泉 100% でねかけ流しになってるということで、特に今ぐらいの時期だとね、比較的源泉に近めの場所でもちょうどいいぐらいの熱さのお湯に入ることができるというお風呂になってますね。これがね貸し切りで入れるというのはとても嬉しいですよね。いただきます。全然普通の温泉っていうのも冷たいよ。すごい冷たい。冷たいんだ。冷たい。冷やしてんのかな。これだったらさ、普通にガブガブいける。いっぱい出してるってだんだん暖かくなる。なるほどね。冷えてるわけだ。じゃあ暖かくなったところがちょっとお腹に効いちゃう感じなのかな。便秘の方は冷たい温泉がおすすめで、ゆるめの方は暖かい温泉がおすすめですね。全然臭みもなくて、全然、美味しい。では今から夕食を食べに行ってきます。食事会場は1階の桜ダイニングです。駒草の宿泊者は半個室での食事となります。テーブル席でした。こちらがドリンクメニューです。こちらが子供用のメニューですね。なめこのそば、茶碗蒸し、それからハンバーグと唐揚げですかね。あとは野菜のスープですね。なかなかいい感じの子供用の食事です。こちらは大人のメニュー。前菜とテリーヌが配膳されていました。こちらが鶏肉と舞茸のテリーヌ、サワラの幽庵焼き。前菜は左からキャラ吹き、しそ巻き、ごま豆腐、たけのこの煮物、なめこ。こちらはお漬物。そしてなめこ入りの白石うめん。
源泉卵の茶碗蒸し。我が温泉のこのマークかっこいい。このコップいいね。我が温泉マーク。ウーメン、ここに来たらぜひ食べてほしいこのウーメンだよね。白石ウーメン。白石ウーメンね。ツルツルだよね。ツルツル、美味しい。子供も大好きなウーメン、美味しい。右からね、多分なめこだなこれ。なめこだね。なめこ。大きいなめこ、うん、山のなめこって感じ。うん、これごま豆腐じゃない？すごい濃厚な、見た目からして濃厚な感じ。美味しい。ごまの量が多い。濃厚で美味しい。テリーヌ。鶏肉と舞茸のテリーヌ。舞茸のテリーヌ。もういろいろ入ってる感じ。テリーヌってこの寒天で固まったこのとろっとした中にこの舞茸のシャキシャキ感がすごくいいね。舞茸でもさ、これさ、白い舞茸だよ。それでこの出汁で固めてるからすごくこう色がね綺麗。いやもうご飯がっつりメニューです。これはしそのなんだっけ、味噌巻きかな。しそ巻きね、しそ巻きね。これはもう定番の間違いないですね。キャラぶきいきます。あ、これはキャラぶきだね。ちょっと甘じょっぱい感じのね。ね。美味しいよね。ご飯が欲しくなるね。ちょっとご飯が来るまで待ってよ。がっつりここにご飯がっつりきたね。がっつりいきますか。素朴で美味しい、いいよね。素敵な料理ですよ。宿を一歩外に出ると通行止めだからね。すごいよね。もう本当に端っこだもんね、ここはね。すごいところに来たなって、それだけでも興奮してる。こういう人に来れたっていうのが、サワラの幽庵焼き。幽庵焼きっていうのはなんだ味噌かなんか？何の味噌？身が柔らかい。独特のねタレというかね、味で焼いてるよね。ああ柔らかい。こちらは仙台名物の芋煮汁。味噌ベースで里芋と豚肉が入っています。汁ちょっとまず辛いのが好きなんで、本当は唐辛子を入れたくてたまらないけど、そのまま麹味噌って言ってたよね。麹味噌。ああすごいソフトな感じ、柔らかい味。あ、いい味。大根も美味しい。さあそしたら七味かなくれたので、どのぐらい辛いんだろう。これは七味唐辛子だね。里芋ね。里芋ふわふわ。この時期に芋煮が食べられるとは思わなかった。美味しい。自家製燻製ベーコンのソテー。燻製ベーコン。このマスタードをつけてね。美味しい。美味しいね。いい味だね。ベーコンっていうかやっぱ豚肉だな。でも豚肉を燻製したのがベーコンなんだよね。そうそう。あ、燻製の味がしてる。そう。香りがなんかもったいないからちびちび食べたい。本当だねこれは。1枚しかないから。香りがいいよねすごくね。ちょっといろいろこのキャベツと一緒に食べたりとかいろいろして。キャベツもキャベツはちょっとなんかピクルスっぽい感じかな。そうだね。酢漬けみたいな。キャベツと一緒に食べるのも美味しい。美味しいね。茶碗蒸しだよ。茶碗蒸しだよ。茶碗蒸しは定番の茶碗蒸しだね。あっさりめの味。美味しい。エビが入ってるよ。ね、エビが入ってるの。エビ。もう大きい。ね、大きいよね。大きいエビだ。しっかりしたエビ。かぶりつけっていうことだよね。ボリュームのある。食べ応えがある感じ。エビです。いろいろ入ってるな。椎茸、鶏肉、たけのこ。そして大好きな銀杏はどこにいるんでしょうか。
肝心の銀杏が出てこないな。いないかも。銀杏は脇役なんだけど、私にとっては主役なんだよね。なかったね。ないね。銀杏、涙ポロリ。食後のデザートは談話室でいただきます。こちらがデザート、シュトーレンと地元のミルク屋さんのアイスでした。では今から朝食を食べに行ってきます。朝食も夕食と同じ会場です。朝食もメニューが貼られていました。会場は夕食と同じ駒草。朝食、今からご飯食べます。いただきます。まず鮭でしょ。鮭の塩焼きだね、これね。あとは梅干しとか漬物とか、レンコンの和え物と切り干し大根かな、これがあって、お味噌汁があって、これは白石の養鶏所から買った温泉卵だそうです。これ何だったっけ？赤味噌汁とかに入れるの何だったっけ？粗めとか赤木とか。いや違う、この匂い海藻。そうこの匂い。でももずく、じゃない、違う、もずくじゃない。めかぶだ、めかぶ。そうだ、めかぶでした。こんな身近にある食材なのにど忘れするなんてバカね。梅干し、大きい梅干し、大きい。もう見た目からしてしょっぱそうな感じはするよね。見た目通り昔ながらの梅干しって感じだね。切り干し大根もちょっと甘めな感じの切り干し大根。梅干しがしょっぱいから甘めでちょうどいい感じ。お味噌汁は大根と油揚げいろいろ入ってる味噌汁。美味しい。昨日のさ芋煮も美味しかったけど味噌美味しいね。待って、鮭いこうか。鮭いきます。うまそうだね。ねえ、柔らかい、身が柔らかい、ふわふわ。鮭がちょっと厚めなんだけど、でもすごい柔らかく焼いてる。そうだね。さすがですな。でさ、こう骨も入ってませんよ。ちゃんと抜いてる。丁寧。めかぶね。めかぶちょっと食べてみようか。とろとろ。これすごい刻んだよって感じ。ね、刻んですごいとろとろになってる。美味しい。これそのまま食べるのももったいない。ご飯にものせたいし、味噌汁にも入れたい。ね。でもそんなことしてどんどんぐちゃぐちゃになってきる。スプーンで食べたいな。美味しそうだね。いいね。これまたいいな。いいね。そのままでもいいし、味噌汁に入れてもいいし、ご飯にかけてもいい。これまたいいですよ。さあ、最後の締めは温泉卵ですよ。恒例の温泉卵の硬さチェック。おお、プルンプルン。ほら、お腹みたいだよ、お腹。また出ました、お腹みたい。ちょっとこう一口そのまま食べてみようかな。黄身の部分だけ固めでいい。すごく美味しい。濃厚で黄身が濃厚で美味しい。あとタレもねすごく濃いんだよね。タレが濃いね。これをご飯にかけた方がなんかいい感じ。でかいけど口に入るかな。
さあいただきます。とろける。出汁が濃いからご飯にのっけて食べても全然いいな。美味しいです。美味しいよね。お茶で締めくくってごちそうさまでした。チェックアウトです。宿泊費は3人で71,065円でした。最後に人スタンプをいただきましたよ。加賀温泉いかがでしたか？まさにポツンと一軒宿、人らしさを満喫できる素晴らしい宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、引き続きご覧ください。